はい、どうも、戸岸亮太と。実行刃物4代目実行敏之です。今回は鋼の包丁とステンレスの包丁で切れ味が変わるのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、お願いしておきます。これからコラボ会をちょっと定期的にやっていこうかなって思ってて、コラボっていうよりも、ちょっと社長と2人で動画を作成するのを、週1ぐらいですかね、でやっていこうと思います。で、鋼の包丁とステンレスの包丁が何かっていうと、鋼は錆びる包丁ですね。なので、昔からあるような、使ってたら茶色く錆びてくるような包丁になります。で、それに対してステンレスの包丁は、錆びにくい包丁になってて、最近では大体ステンレスが多いですね。そうですね。すごい増えましたね。一昔前のは、切れ味が悪くて、ちょっとステンレス使うのは嫌っていう方も多かったんですけど、最近のステンレスはそんなこともなく、めちゃくちゃ切れ味もいいので、今回は、その錆びる包丁と錆びにくい包丁で、どちらが切れ味がいいのかっていうのを見ていきます。はい、ただ、どっちが切れるかだけ見ててもあんまり面白くないので、今回は実際に食材を切って、どっちが美味しいのかっていうのをやっていけたらと思ってますので、前回の格付けバトルみたいな感じで目隠ししてどっちが美味しいかっていうのを検証していくっていう感じですかね。鋼の包丁は錆びる代わりにかなり切れ味が良くなっています。で、今回使うのは鋼とステンレス2個持ってきたんですけど、こちらの2本ですね。こっちが鋼の包丁で、こっちがステンレスの包丁です。で、こちらは前回使った、ステンレス系のフレアシリーズですね。で、これ両方とも本場付けしてる包丁で、どっちもよく切れる状態になっています。これ包丁の2丁ケースなんですけど、また実行の公式チャンネルの方で、レビューというか紹介動画作れますので、そっちもよかったら見てみてください。で、ちなみにこちらがステンレス系の粉末ハイスコになってて、SPG ストリクスっていう鋼材になっています。と、もう一個は、昔からずっとある鋼材なんですけど、こちら青紙2号の牛刀になっています。で、ダマスカス模様が入ってるタイプなので、見た目もかなりかっこいいです。で、この2本使ってやっていくんですけど、鋼って錆びるので、その錆びが食材の味に影響してくるのかっていうのを、今回見ていけたらなと思っています。それでは今からやっていきたいと思います。それでは今から鋼とステンレスで切れ味が変わるのかを見ていきます。で、今回使う食材たちはこちらになります。まずこちら、マグロの赤身ですね。はい。赤身なんで一番味が分かりやすいかなっていう感じです。残り野菜と果物、こちらになります。こちら、これが春キャベツ。今真冬なんですけど春キャベツがあったので、こちらの春キャベツでやっていきます。で、これは千切りでやっていきます。で、トマトですね、あと。一番代表的な野菜。で、結構味の違いも出るかなって予想してます。で、こちらは薄切りでやっていきます。スライスです。で、次、こちら、アボカドですね。どんな感じで変わってくるのか楽しみです。で、最後こちらですね、リンゴ。リンゴも結構違うんじゃないかなと思ってます。やっぱ果物の方が鋼って錆びやすいので、そこら辺が結構影響してくるかなと予想しています。じゃあまずこちら、マグロを切っていきます。じゃあステンレスで2枚切って、鋼で2枚切っていきます。じゃあとりあえず2枚切ります。はい。それでは続いて鋼の方で切っていきます。ここに割れがあるので、ここ1回切りますね。じゃあまた2枚切っていきます。違う。はい、OK。乗った。いただきます。美味しい。このマグロ美味しいですね。また、はい、OK。はい、取りましょう。はい、いただきます。いただきます。はい、じゃあ外します。美味しかった方を、せーの、A。A の方が、なんか味がいっぱいしました。こっちはちょっと臭かったかなと思って。B の方が ?B の方が。A はもうむちゃくちゃ美味しかった。B の方が、なんかすっきりした味って感じでしたね。そうやな。A で切ったやつも食べたい。2人とも A の方が美味しかったって感じになります。なので、鋼がどっちかがまだわからないんで、とりあえず鋼の方を発表したいと思います。じゃあ鋼 A か B かどちらか発表します。鋼はこちらです。B。だからステンの方が美味しかったな。そうですね。ステンの方が美味しかったですね。違うよな、でも。A の方が美味しかったですね。だからステンの方が美味しく感じましたね、マグロは。だから A がステンで B が鋼だったってことなんですけど、A のステンレスの方が美味しく感じましたね。めっちゃ美味しかった。
スーパーのと思わない方も言ってたもんな、りょうたな。どこで買ったんやろってな。美味しかったですね。美味しかった。まあ、鋼の方が包丁としては酸化しながら切るんですけど、要は切った断面表面をまあちょっと錆びさせながら切ってるんで、まあ、それがまあマグロを切った時に移ったことによってマグロの風味が相殺された可能性はありますよね。まあ今までっていうか、まあ、よく言われてるのがやっぱ鋼の方がなんか味が濃くなるっていうことをよく言われるんですけど、まあ、今回はまあ今まで言われてたやつとは逆になったので、まあ、なかなか面白いですね。はい、次もやりたいよ。はい、ということでじゃあ次いきます。はい、ということで今マグロ終わったので続いてはこちらトマトでやっていきます。でこちらのトマトは、まあ、上の部分薄切りにして、まあ、スライスして食べていきます。まあ、またステンレスから切っていきましょうかね。とりあえず一番上だけ違う包丁で切ったのでちょっと厚めに落とします。じゃあまずステンレスからやっていきます。はい、じゃあこちらステンレスですね。じゃあ続いて鋼切っていきます。また一番上だけ落とします。じゃあこっち鋼で。はい、じゃあ目隠ししていきます。ごめん。お願いします。はい。つまりさ、絞れてるよ。取れてるかな。いけてる。はい。軽すぎて持ってるか分からへんで。いただきます。いただきます。次行きましょう。いただきます。なるほど。話しましょう。美味しかった方やね。美味しかった方です。はい。じゃあトマト美味しかった方発表します。せーの。A。違いますね。違う。美味しかった。B の方が酸っぱかったですね。そうやな。酸っぱかった。で、みずみしかったな、A の方は。まあ A の方が甘かったっす。だいぶ。で、B の方がかなり酸味感じた感じですね。どっちなのこれも。これは多分B が鋼です。ああ、そうなんや。B が鋼で A がステンの数。これは。全部言われんな。いや、これは多分そうです。もうこんだけやってきてて違ったらちょっともう謝罪します。でも A の方が絶対美味しかった。じゃあ鋼の方はこちらです。合ってんじゃん。じゃあ逆やん。逆よ。鋼が A だもんな。ということは鋼の方がトマト美味しかったんですか？そうやな。そうやわ。すいませんでした。わからんな。わかんないですね。味は違います。B の方が酸っぱかった。まあ鋼がだから酸化して甘くなったんですね今回は。逆に。具合に出てんやな鉄が。じゃあ次こちらキャベツですね。これ千切りにしていきたいと思います。ステンレスから切っていきます。はい。じゃあここら辺で何回か切って少量の千切りを作ります。こんなもんでいいでしょう。こちらステンレスの千切りです。はい。それでは続いて鋼で切っていきます。はい。こちら鋼です。違うのかな。キャベツほど一緒のような気するけどな。はい。じゃあお願いします。あるわ。オッケー。これぐらい。はい、取った。おい右。はい。取りました。はい。いただきます。はい、オッケー。取りましょう。はい。いただきます。いただきます。はい。はい。どうでした？なんか一緒のような気がした。あんまり変わらなかったですね。どっちが違うかをあえて決めるとしたら、あります？ B？ あ、言うんですか？言うてこまあ僕はほぼ一緒ですけど。ほんま一緒やった。いやいや、ちょっと気持ちええかなと思いました。やっぱりね、一緒すぎて分からんかったからな。そんななんか特筆して何が違うとかはなかったですけど、まあ A の方が若干甘く感じた気がします。なんて俺 B の方がみずみずしかったやんか。いやほんまそこまで変わらんかったもん。だから言われへんなもん。まあじゃあまた鋼の方発表します。じゃあ鋼はこちら。
まあ、今回ステンと鋼のキャベツは、まあ、ほぼ変わらなかったです。一緒やったな。まあ、どっちも青臭くなかったですし、全然。結構甘かったです。まあ、なんでどっちも美味しく切れたかなって感じですね。はい、キャベツに関しては。次こちらアボカド切っていきます。じゃあまたステンレスから切っていきます。じゃあまずこちらステンレスですね。これは違い出そうやな。はい、じゃあ続いて鋼で切っていきます。また1枚起こします。じゃあ鋼でも切れまして、鋼こちらになります。はい、じゃあ目隠しします。はい、取りました。はい、いただきます。いただきます。はい、はい、外します。はい、はい、これはちょっと違いました。発表しますか。はい、美味しかった方。美味しかったの。じゃあせーの B。美味しかった。美味しかった方は合いますね。じゃあ鋼がどっちか発表したいと思います。じゃあ鋼の方を発表します。はい。鋼はこちら。はい。B です。やっぱりな B の方がな。B の方が美味しかったです。鋼？鋼です。鋼か。鋼買ってきたな。鋼買ってきましたね。ちょっとおさらいすると、マグロはステンの方が美味しくて、トマトは鋼の方が美味しかって、キャベツは一緒ぐらい。で、今回今のアボカドですね。アボカドも鋼の方が美味しかったので、まあ今のところ鋼が2個美味しくて、ステンレスが1個美味しく感じたっていう感じになります。はい、じゃあ次、最後ですね。こちらのリンゴ切っていきます。じゃあリンゴを切っていきます。じゃあこちらをステンレスで剥いていきます。これも薄切りにしたいと思います。はい、じゃあこれステンレスです。はい、じゃあ次鋼で切っていきます。じゃあ鋼も切れたのでお願いします。はい、取りましょう。はい、いただきます。はい、取りました。いただきます。いただきます。はっちゃ待ってついてない。食べましょう。食べた？はい。じゃあ美味しかった方発表しましょうか。せーの、B。まあ B の方がなんか味が薄い気がします。さっきも言ったみずみずしかった B。味薄かった？味が薄かった。もう、はい、分かれてもうたな。味はどうでした？味はB の方が美味しかった。今回リンゴ切ったやつの鋼は、こちらです。B。社長が美味しいと思った方が鋼で、僕が美味しいと思った方がステンレスです。はい。ということで5つ終わったんですけど、マグロ、トマト、キャベツ、アボカド、リンゴ、この5個でやってきて、それぞれ鋼とステンで、切り比べして、ブラインドテストでやってきたんですけど、食材によって美味しいと思う方の、鋼材が変わってきたかなっていう感じでした。で、1個目のマグロはステンレスで切った方が美味しく感じましたね。ステンの方が、より味が濃く感じて、美味しかったかなと思います。で、2つ目のトマトに関しては鋼の方が美味しく感じました。で、トマトは酸味、酸っぱさがステンで切った時の方がちょっと酸っぱかったかなっていう感じで、鋼で切った時の方がより甘く感じたっていう感じですね。で、3つ目のキャベツに関しては鋼もステンも一緒ぐらいでしたね。で、4つ目はアボカドか。アボカドも鋼の方が美味しく感じました。ステンの方がちょっと青臭さとかがあったかなという感じです。最後リンゴは好みが分かれたという感じですね。はい。俺鋼やったかな。そう。社長は鋼の方が美味しく感じて、僕はステンレスの方が美味しく感じたっていう感じになります。なので、結構一長一短があって面白い結果になったんじゃないかなと思いますね。で、ここら辺の結果からいくと、やっぱり鋼の錆びる成分っていうのが、食材の味に少なからず影響してくるかなっていう感じになってまして、それがより美味しく感じるか、ちょっと邪魔をするかっていう感じになっています。
なので皆さんも料理人さんや、ご家庭で趣味で料理する方、主婦の方ももちろんなんですけど、この鋼とかステンレスを使い分けることによって、より美味しい料理を作っていただけたらとても嬉しいです。ということでいかがでしたか？いや楽しかったです。いや初めてやったもんな。すごい良かった。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。実行では鋼もステンレスもどっちもいろいろ包丁製造しているので、よかったらホームページとか見ていただけると、どっちの包丁もいっぱい載ってますので見てみてください。はい、ということで今回は鋼とステンレスで切れ味は変わるのかっていうのを検証してきました。なかなか興味深い検証になったんじゃないかなと思いますので、今回の結果を踏まえて皆さんもいろいろ挑戦していただけたらと思います。それでは今回みたいに、切れ味の違いとかで、こんな企画してほしいとかがあれば、また社長と僕でいろいろやっていきたいなと思ってますので、ぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。